中卒の低学歴のあなたには、課長席から退いてもらうわ。あとね、あなたはクビよ。学歴至上主義の女部長が平然とそんなことを言った。え、ちょっと待ってくださいよ。驚き、戸惑う俺をよそに、部長は朗々と持論を展開させる。私の部下に中卒はいらないのよ。もうこれからは中卒なんて許さない。今後は私みたいな高学歴しか社員に残さないつもりよ。そんなことって。だって脳がないから高校にすら行けなかったんでしょ。そんな奴が課長職なんて。やはり知性がある人間が上に立った方が会社のためじゃない。さすがの暴論に話を聞いていた同僚たちが俺をかばおうとしてくれたが、それを一括して黙らせる。部長は周囲の意見を聞く耳が全くないようだ。ならば、もう勝手にしたらいい。承知いたしました。ではやめさせていただきます。あとはご自由にどうぞ。俺は笑顔でそう言ってやった。部長は学歴ばかりを見て肝心なことが何も分かっていない。それに気づいたとき、部長は血眼になって連絡してくるだろう。だが俺はもう部長を許しはしない。俺の名前は高野健次郎。中学を卒業してからずっと現在も勤めている文具メーカーで働いている。学歴面では不利な俺だが、課長職を与えてもらい、毎日精力的に仕事に打ち込む日々を送っている。俺の家は子供の頃かなり貧しい家庭だった。俺の下には幼い兄弟もおり、俺が進学できる余裕などない。親にこれ以上苦労をかけるわけにもいかないと思った俺は、周囲の大人たちの反対を押し切り、中卒で就職することを決めた。中卒ということで、なかなかまともな働き口がない中、俺に声をかけてくれたのが親戚の知り合いで、今の会社の社長だった。まだまだできたばかりの会社ではあるが、よかったら一緒に働かないか？社会というものを全く知らない俺に、そんな優しい声をかけてくれたのが嬉しかった。ありがとうございます。頑張ります。二つ返事で俺は了承し、この会社で頑張っていくことを決めた。まだまだ常識知らずで子供だった俺に、社長や創業メンバーは優しく仕事を教えてくれた。みんなの期待に応えたい。自分に何ができるかわからなかったが、その思いを強く持ち、仕事を覚えることから始め、がむしゃらに毎日仕事に精を出した。みんなで協力し、少しずつ会社は規模を拡大していく。俺は会社の成長に貢献できていることが嬉しく、退職の年齢になるまで今の会社で仕事に打ち込むだろうと思った。そんな俺の会社での仕事は主に商品開発で、特にデザインを得意としている。学生の頃はそこまで意識していなかったのだが、俺には絵画やデザインのセンスがあったのだ。健次郎、お前すごいよ、センスがある。何も才能のない平凡な子供だと思っていた俺が、社長に褒められるような才能を持っていたことが驚きだったし、誇らしい気分になったのを覚えている。そしてその才能が認められてからは、商品の企画やデザイン設計の仕事を任されるように。自慢ではないが、ヒット商品も過去に生み出したことがある。もちろん、それは俺一人の力ではなく、周囲の助けがあってのことだということ。人柄の良い人に囲まれ、本当に良い職場で毎日が幸せだった。
しかし、そんな俺の楽しい毎日が変化するきっかけが訪れる。それが今までお世話になってきた部長の退任だった。部長の席が空いたことで新しい部長が来ると社内が騒がしい。新しい部長、女性らしいぞ。女性部長なんて初めてだな。今まで男性の部長のみで、新しく来る女性部長がどんな女性なのか、同僚たちは気になっているようだ。そして迎えた新部長の初出社の日。新しい女性部長は俺たちの前で堂々とした挨拶をする。梅川幸恵です。大学院で経営学を学んで資格を取得し、前職では外資系の金融機関に勤務してました。皆さんを引っ張っていくだけの力はあると自負しています。どうぞよろしく。なんだか華々しい経歴の女性なようだ。中卒の俺からすると確かに本当にすごい経歴だとは思うのだが、初対面から自分の経歴を誇らしげに紹介してくるのはリアクションに困ってしまう。社長から皆さんとても優秀な人だと聞いています。皆さんさぞ高い学歴と経歴をお持ちなんでしょうね。自分の経歴がよほど自慢なのだろうか。人を品定めするかのように見てきて半笑いでそんなことを言う。そんな嫌味なことを言われたらあまりいい印象を持てない。だがそれでもうまく流してやっていくのが大人というもの。俺は気持ちを顔に出さず自分から自己紹介をした。高野健次郎です。課長職についています。商品企画やデザイン設計を主にしております。よろしくお願いします。ええ、よろしく。感情を押し隠すこちらとは裏腹に、梅川さんは上昇を隠そうともしなかった。部長が変わったことで、これから会社の雰囲気も少し変わっていくかもしれない。そのことを強く感じた。そしてその時はすぐに訪れる。高野さん。数日後、俺はいきなり梅川さんに声をかけられた。梅川さん、どうかしましたか？呼ばれたので返事をすると、梅川さんは予想もしていない言葉をかけてきた。高野さんって中卒なのね。はあ、課長ともあろう人が中卒だなんて。ため息混じりにそんなことを言い放つ。はい。確かに俺は中卒ですが、それが何か？俺はそう答えたのだが、梅川さんは俺の問いに答えることなく自席に戻ってしまう。梅川さんの質問の意図がわからず不思議に思ったが、俺はその日の自分の仕事を進めて一日が終わった。翌日、梅川さんは再び仕事をしている俺のところへ来た。高野さん、あれからいろいろ考えたんだけど。はい？急にそんなことを言われて、すぐには何の話をしているのかわからなかった。ちょっと間の抜けた反応をしてしまったが、梅川さんは気にすることなく続ける。やっぱり私ね、仕事をしていく上では学歴が一番大事だと思っているのよ。だから、これからはみんなの学歴をしっかりチェックしていくつもりよ。はあ。やっぱり中卒ってのはちょっとね、恥ずかしいわよ。最低でも大学くらい卒業してないとね。なるほど。あれからいろいろ考えたというのは俺の学歴についてなのか。梅川さんは俺が中卒であることが気に入らないらしい。しかし俺だって別に中卒になりたくてなったわけではない。環境的にその選択を選ばなければいけなかっただけで、
進学できる環境だったら俺だって進学を選んだだろう。そんなたられば話をしても意味がないし、俺は今まで学歴の低さをカバーすべくその分仕事に打ち込んできたつもりだ。だがその日から梅川さんは宣言通り部下たちの学歴をチェックし、それによって露骨に扱いを変えるようになってしまう。高卒や無名大学出身の社員に対しても当たりが強くなったが、特に中卒で課長という立場になっている俺が気に食わないのか、格段に当たりがきつい。高野さんはお茶汲みと掃除でもしてなさい。お茶汲み。俺は社員の中でもベテランの方で、さらに課長という役職があるにもかかわらず、梅川さんはまともな仕事を与えてくれないという嫌がらせをしてくるようになった。それどころか入社したばかりの新人がやるような雑用をしろという。課長がお茶汲みとは常識的に考えてありえないことだ。中卒にできることなんてお茶汲みと掃除以外あるかしら。せいぜい書類をシュレッダーにかけるくらいじゃない？梅川さんは人を学歴で見下すのがよほど楽しいようだ。俺は不愉快で仕方がなかったが、今ここで俺が何か言ったところで役職的に上の梅川さんをどうにかすることができない。不満をぐっとこらえて梅川さんの指示に従うしかなかった。だが状況はさらに悪化していく。梅川さんの俺への扱いを見てか、部内全体が学歴を意識し始め、社員同士の関係がギクシャクしてきているように見え始めたのだ。このままでは業務に影響が出てしまいそうだな。この状況が続けば、みんなどんどん仕事がやりにくくなってしまうだろう。そう考えた俺は、今の状況がさらに悪化する前に社長に相談しようと考えた。ところが、そんな矢先、俺は梅川さんに部長席に来るように言われる。呼ばれた時点であまりいい予感はしなかったのだが、実際に部長席に行き、自分の予感が当たっていたことを知る。高野さんね、あなたには課長席から退いてもらうわ。あとね、あなたはクビ。ちょっと待ってくださいよ。いきなり課長を辞めさせる上にクビだなんて、そんな処分を受けるようなことを俺はしていない。私の部下に中卒はいらないのよ。もうこれからは中卒なんて許さない。今後は私みたいな高学歴しか社員に残さないつもりよ。そんなことって。強い学歴に対するこだわりは感じていたが、まさか自分の権力を使ってここまでするとは。あなた、ちょっとこっちに来て。梅川さんの暴論に呆然とする俺を気にすることなく、梅川さんは新人を呼んだ。その新人は今いる中でも一番学歴の良い新人だ。あなた、すごくいい学歴を持ってるわよね。あなたみたいな人間こそ私の部下にふさわしいのよ。今日からあなたを課長の席につけるわ。僕ですか？高学歴でよかったわね。突然、課長に任命されて戸惑う新人に対し、梅川さんは満足そうに笑う。さすがのことに俺も口を挟んだ。梅川さん、学歴だけでそれはさすがに。何？私は部長よ。そもそもあなただって脳がないから高校にすら行けなかったんでしょ？そんな奴が課長職なんて。やはり知性がある人間が上に立った方が会社のためじゃない。もちろん、会社によっては学歴を特に重視する場所もあるだろう。しかし学歴だけを見て物事をすべて決めてもうまくいくわけがない。
課長なんて、そんないきなり。そうですよ。そんな無茶苦茶なこと思いとどまってください。さすがの新人も話を聞いていた周囲の人たちも梅川さんの言い分はまずいと思ったらしい。梅川さんに思いとどまるよう懸命に説得している。私に指図しないで。あなたたちは私の決めたことに従う。これがあなたたちの仕事よ。だが、梅川さんは周囲の意見を聞く気が全くないようだ。周囲の声を一周し黙らせてしまう。その姿に俺は首にされた怒りよりも諦めの感情の方が強く出た。はあ、わかりました。本当に俺は首でいいんですね。わざわざ聞き直すなんて耳が遠いのかしら。さっき言った通り、あなたはもういらないわ。俺は再確認したが、梅川さんの気持ちは全く変わらないようだ。承知いたしました。ではやめさせていただきます。あとはご自由にどうぞ。言われるまでもないわ。やっと中卒を一人排除できるわ。すっきりした。よほど中卒の俺が目障りだったのだろうか。俺が辞職すると言うと満足げにそう言った。本当はこうなる前に社長と直接話ができればよかったが、こうなってしまっては仕方ない。中卒の俺を拾ってくれた社長ともう一緒に仕事ができないことだけが心残りだ。そして俺は会社から去った。急に時間ができてしまった。今後どうするか。思いがけず退職してしまった俺は今後どうすべきかを悩んでいた。まあまあ、今まで頑張ってきたんだし、骨休めに少し旅行に行きましょうよ。旅行か。確かにここのところゆっくりしていないな。そうでしょ？この間テレビで紹介されてたところがあって。妻の誘いを受けて夫婦旅行に出かけることに。ずっと仕事で忙しい日々を過ごしており、妻と二人で旅行に行くのはかなり久々だった。綺麗な景色を見て美味しいものを食べて気持ちがリフレッシュする。そこで俺のスマホに着信が入った。梅川さん？なんで今さら？あれだけ俺が辞めるのを喜んでいた梅川さんが今さら何の連絡だというのか。もう梅川さんと話をしたくなかった俺は着信を無視していたが、切れるとすぐにまた着信が入る。妻との楽しいひとときをこの着信で邪魔されたくない。そう思った俺は梅川さんの番号を着信拒否することにした。これで旅行に集中できる。梅川さんからの着信がやみ、その後も妻と旅行を楽しんだ。数日後、旅行から家に帰ってきたところで、俺のスマホにメッセージが入った。メッセージの送り主は辞めた会社の社長からだった。一度会社に来てほしいという内容のもので、梅川さんからの連絡だったら無視したが、社長からとなると行かねばならないと思った。久々だなあ。数週間しか経っていないが、かなり久々に会社に足を運んだような錯覚に陥る。俺が出社して早々、鬼の形相をした梅川さんが俺の元にやってきた。ちょっと、あんた持ってんでしょ、権利。それをよこしなさいよ。久々だというのに、いきなり自分の言いたいことをまくし立ててくる。何ですか、いきなり。もう、予定と違うのよ。あなたがあの商品の権利を持っているなんて、私聞いてなかったもの。
あんた自体に用はないから、とにかくあの商品の権利をよこしなさい。焦っているようで、そうわめき散らしてくる。そんな彼女を見ながら、俺は、あの商品のことか、と落ち着いて独り言を言う。実は俺は累計50億もの大金を稼いでいるベストセラー商品の権利を持っていた。その商品はまだ中学を卒業したばかりで、子供だった俺が創業メンバーにアドバイスを受けながらなんとか生み出すことができた商品だ。社長はそんな俺の努力を認めてくれて、その商品の権利を記念にくれたのだ。正直、まさか初めての商品でこれだけ結果を出すことになるとは、俺はもちろん誰も考えていなかったと思う。それでもみんなに助けられてでも自分で結果を出せたことは嬉しかったし、この年齢まで仕事を続けていく上で自信につながった商品でもあった。早く権利を私に渡して、さっさと出て行きなさい。いきなり呼び出したと思ったら、偉そうにそんなことを言うとは。梅川さん、俺はもう会社を辞めた身です。あなたに偉そうにされる筋合いはありません。はあ？中卒の分際で偉そうに。私があんたの持っている権利をもっとうまく使ってやるって言ってるの。あなたこそ何の権利があって今俺に命令してるんですか？さすがにずうずうしいですよ。俺とあなたはもう無関係ですから。なんですって？一体何の騒ぎかな？梅川さんが大きな声でわめき散らしていたからか、社長がやってきた。社長？社長、ご無沙汰しております。健次郎、急に呼び出して悪かったね。社長は優しく俺に声をかけてくれた。そして、それから一転、厳しい視線を梅川さんへ向ける。梅川さん、あなたの話は健次郎や他の社員から聞いてるんだよ。何の話でしょうか？私は何もしていません。何やら中卒の低学歴は排除すると言って回っているようだね。それに今後は自分のような高学歴の社員だけにするという発言も私の耳に届いているよ。社長、なんで？社長が今言った内容は梅川さんが俺をクビにすると言った時の発言内容と全く一緒だ。なんでその話を知っているのかと梅川さんは戸惑っている。実は俺は会社を辞めた後、社長にきちんと話をしておきたくて自ら電話したのだ。社長は俺が急に辞めることになり、とても驚いたようで詳しく理由を聞かれた。そのためクビを言い渡された時の梅川さんとのやりとりを話したのだ。梅川さん、中卒が排除されるというのなら私も排除されるのかな？え？社長の発言が予想外のものだったのだろう。梅川さんは社長の質問に戸惑っている。私も中卒だからな。社長も？梅川さんが目を白黒させて驚く。学歴主義の彼女からしたら会社のトップが中卒なんて考えられないことなのだろう。だがそもそもこの会社の中で学歴にこだわっているのは梅川さんだけだ。俺もそうだが会社の創業メンバーは中卒のものが多かった。そして梅川さんは知らなかったようだが社長の中卒も事実だ。そのため社長は別に働く人間の学歴などは全く気にしていない。学歴よりもやる気や人柄を重視して
今まで社員を採用してきていた。社長は、社長が中卒であることを知らされた梅川さんは、自分が出現したことにようやく気づき、顔を青くして口ごもる。俺もですけど、社長を含め初期メンバーは大体中卒ですからね。そうだな。みんな中卒だったけど、しっかり仕事を頑張って結果を出してくれる良い社員たちだ。社長は俺の言葉にうなずいてみせ、周囲の社員たちを見渡した。そして改めて梅川さんへ顔を向ける。それはそうと、君を紹介された転職会社から経歴詐称があったと連絡があったよ。社長の口から衝撃的な発言が飛び出て、その場が凍りつく。ほら、健次郎見てみろ。そう言って一枚の紙を俺に渡してきた。梅川さんの、これは、そこには梅川さんの本当の経歴が記載されてあった。梅川さんは大学院で学んでいたことを初対面で自慢していたが、大学院を卒業していることなど一つも書かれていない。梅川さん、大学にも行かれていないようですね。俺のことは中卒だと偉そうにバカにしていたが、その梅川さんも高校中退と記載されている。そんなことは。前職では外資系の金融機関でバリバリ仕事をしていたと聞いていたんですが、ここには派遣って。自慢げに話していた前職も社員ではなく派遣で行っていただけで、仕事の内容はほぼ雑用だったようだ。派遣社員だからといって差別するようなことは普段しないが、今まで自分の経歴を鼻にかけ、散々人をバカにしておきながら、自分は経歴詐称とは。さすがにこれには俺も納得がいかない。社長もきっと同じ気持ちだったのだろう。いつもは人の学歴や経歴に深く言及することのない社長も口を開いた。ここには高校中退と書かれているが、高校中退ってことは中卒だよな。じゃあ私や健次郎と学歴は同じじゃないか。確かにそうですね。梅川さんは中卒の低学歴は排除すると言って健次郎を辞めさせたんだよな。君も私たちと同じ低学歴に含まれるのではないか。すべてが俺と社長にバレてしまった梅川さんは血の気の失せた顔でうつむく。私は、確かに過去の梅川さんの発言の通りだと、梅川さんもここで働くことはできませんよね。今まで好き勝手言われてきた俺も仕返しとばかりに言ってやった。私は中卒じゃ。どうにか中卒であることを梅川さんは否定したいようだが、ここにはその疑惑を晴らせるような証拠もない。というか、口では否定することは簡単だが、力強く否定できないあたり、詐称していたことが真実なのだろう。何も言い返せなくなった梅川さんは力なくその場に崩れ落ちた。さすがに今回の件は許すことはできないな。君は身勝手な言い分で大事な社員である健次郎のことも独断で辞職に追い込んだんだから。社長は力強くそう言い、梅川さんに経歴詐称の責任を取るように求めた。私は悪くありません。きっと転職会社の社員が私の高学歴を妬んで。もう真実は明るみに出ているというのに、梅川さんは素直に認めず、そう吠えていた。はあ、
梅川さんは自分が何をしたのか分かっていないようだな。君はうちの会社も騙していたんだ。賠償金も支払ってもらうよ。え、賠償金？私が？梅川さんはまさかお金まで請求されるとは思っていなかったのだろう。目をまん丸に見開いてかなり驚いていた。君に支払っていた給料は嘘の学歴によって支払われていたものだからな。別に裁判をしたっていいんだよ。賠償金の支払いはかなり渋ったようだが、社長の口から裁判という言葉が出てやばいと思ったのだろう。素直に賠償金を支払うことを受け入れたようだ。梅川さんが会社を去った後、どうなったか俺には知るすべもない。ただ、今回のことで今まで利用していた転職会社は利用できなくなるだろう。もしかしたらまともな仕事に就くことも難しいかもしれない。最初から嘘の学歴なんか言わなきゃよかったのに。学歴で差別しない会社なのだから、嘘の経歴でマウントを取っていなかったらこんなことにはならなかっただろう。健次郎、今回の件に気づけず申し訳なかった。健次郎さえ良ければ会社に戻ってきてくれ。社長、頭を上げてください。ぜひお願いします。別に今回社長は何も悪いことをしていない。会社に戻ってきてほしいと社長自ら自分を求めてくれたことが素直に嬉しい。俺は社長の申し出を快諾し、会社に戻ることを決めた。それと、今回は健次郎に部長になってほしい。今回のようなことが起こるなら、外部から招聘するようなことはせず、お前を最初から部長にすればよかったと痛感したよ。たくさん嫌な思いをさせてしまった。俺が部長にですか？全く予想もしていなかった社長の申し出に戸惑う。しかしできると思っているから社長もそう言ってくれているのだろう。社長の期待に応えられるように頑張ります。こうして俺は部長として職場復帰することが決定した。一時は梅川さんの学歴差別により社内はギクシャクした雰囲気だったが、梅川さんがいなくなった今、それも解消された。俺は確かに中卒だが必要としてくれる人がいる。学歴がなくても結果を出すことはできるのだ。よし、今日も頑張るぞ。これからも頑張って仕事で結果を出して会社を大きくしていきたい。こんな俺を必要としてくれる社長と会社に恩返しをするためにも。